なので、団体で言うと、団体ではエンターテインメントでお伝えしているんですね。アート活動、例えば企業と障害のあるアーティストをつなげて新しい商品開発をして、それが障害のあるアーティストの自立につながるとか、音楽を作って、いろいろな人に、著作権を開放して権利を開放して歌ってもらってそれを発信していくとか、そしてまぜこぜ一座という座組を作って義足とか車椅子のダンサーやダウン症や自閉症や小人さんとか全盲聞こえないドラッグクイーンなどなどの特性のある社会的にはマイノリティと呼ばれている人たちと座組を作って、舞台をしたり映像を作ったりしてマイノリティの人たちが輝いて活動しているということでこういうチャンスがある方がいいなというふうに気づいてもらえる。お涙ちょうだいというのも私は嫌いではないんですけれども、それだけではなくて、こんなにチャンスがある方が豊かなんだ。施しではなくて、チャンスがあることが大切なんだ。ということを発信したりしているんですね。団体のゲットインタッチの活動としてはエンターテインメント。で、個人としては講演活動もしています。いろんな団体、個人を通して、そういった社会は変わると、自ら体現して、いろんな発信をしてやっていらっしゃると。はい。わかりました。なので、講演のテーマとしましても、いろんな、やっていただけるとは思うんですけども、例えば、会社の企業向けを生かした組織をどう作っていくかとか、そうですね。社員の皆さんが働きやすい環境でないと、業績もなかなか上がりにくいと思うんですね。企業って、社会貢献も経済理念の一つですよね。そのためにはまず社内で何ができるかということ、そこから社外に向けて、社会に向けてどういったことができるか。SDGs バッジをつけることも大切なんですけれども、具体的に何ができるか。で、何が変われるか。ということをお話ししていますね。学校もそうです。長年そういったゲットインタッチの活動とか、そういったところを通したエピソードとかも踏まえて、会社の中でもできることとか、そういったところを皆さんに問題提起をできるような、そうですね。会社が変われば社員の人が豊かになって、結果、成果上がりますよっていう。で、最近ではですね、妖怪の本を出しまして。はい。はい。いかがでしょう。ありがとうございます。妖怪まぜまぜ大百。読んでいただけました？お上手な、絵もですね、拝見し東さんの自らの妖怪のね、絵とかも載ってましたよね。そう、そして解説なんですよね。妖怪を現代風に解説をして、社会課題をあぶり出すっていう本なんです。で、ちょっとこれはね、予想外だったんですけど、会社さんが、企業さんがこの本を買って、社員さんに渡して社内研修をしたり、この妖怪を使って、社内でのワークショップに呼ばれて行ったりしてるんですよ。これがすごい意外な副作用を生んでいて、で、私自身も楽しいし、社員の皆さんも面白がりながら自分とを見つめてコミュニケーション能力を高め、他の社員さんのことを知り、自分は何が得意か苦手なのかを知っていくっていうワークショップなんです。これを書いたときはそういったところも想像できないですよね。そういう仕事になるっていうのは。思ってなかったです。思ってたのは、学校でね、読んでもらったら、生徒さんたちに気づきがいっぱいあるし、保護者の皆さんにもこれは絶対届けたいと思って書いたんですが、もうまさかの会社さんでした。企業さんでした。ダイバーシティを考える上でも、すごく面白い題材というか、切り口として、すごくイメージもしやすいですしね。そうなんですよ。社内でね、具体的なことをお話しするのが、ちょっとはばかられるときありますよね。これを妖怪のせいにしたりすると、ものすごい表現できるんですよ。誰かを悪者にしない、何かのせいにしなくて、これはこういう妖怪がいるから、今社内でこういう課題があるみたいなことにして、で、いいことも妖怪のおかげにするんですよ。そうしたら浮き足立たないっていう。なので、社内研修でも使える題材ということ。はい。
りがとうございます。なので、いろんな今までの経験値とか、そういった妖怪のところも話も絡めながらですね、いろんな展開ができるかと思いますけども、東さんの講演会をですね、企画検討されていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思いますので、そういった方に向けてちょっと後押しのコメントをいただければありがたく思います。はい。32年間、社会的な活動をしてきて、私はいっぱい失敗して、間違って、その度に気づいて、次はこういうふうにしよう。ということをね、考えてきて実践してきたんですね、振り返れば。そして、本当にいろいろな業種の方とつながってきました。NPO だったり、一般社団法人だったり、会社だったり、企業だったり、そういう団体ですね。団体だったり、行政さんだったり。なので、気がついたら、あらゆるジャンルの講演ができるようになっていたんですよ。学校、企業、行政さん、コミュニティ。一回の人生なので、私が培ってきたことを自分の中だけで収めていくのはとってももったいないので、一人でも多くの方に届けて、一人でも多くの人が自分らしく生きられる。みんなの幸せを考えられる。それで仕事がしやすくなる。学校が行きやすくなる。というふうになっていけばいいなと思っています。ありがとうございます。ぜひ東さんの経験があったからこそお話しできることとか、皆さんにですね、ぜひオリジナルのご講演をね、届けていただきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。